ねえきなこ、 AI 作るのって NVIDIA の GPU がないと無理なんでしょ？実はそれ、2026年4月にその常識がひっくり返ったの。ひっくり返ったってね。だって全世界の AI 企業が NVIDIA 争奪戦してるんだよね。今日のテーマは GLM5.1。中国の ZAI が4月7日に公開した 754B MOE モデルよ。驚くのがね、このモデルファーウェイの国産チップだけで訓練されたの。 NVIDIA なしで？わしそれ信じられへん。なんでそんなことできる？しかも SWE ベンチプロっていう実力測定で 58.4% を出して GPT5.4 の 57.7% を上回ったと自己報告してるの。ちょっと待って、コーディング実力測定って何？ SWE ベンチプロって？ AI が実際のプログラムのバグをどれだけ正確に直せるかを測るテストよ。後で詳しく説明するね。今日は NVIDIA 河川時代の終わりと米中半導体戦争の新局面を深掘りしていくよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよまず GLM5.1 を作った ZAI という会社を紹介するね。中国の清華大学から2019年に独立した AI スタートアップで、創業者は清華大学教授のカラマサル氏よ。う。大学発ベンチャーなんだね。で、この GLM5.1 ってやつ、何がそんなにすごいの？まず規模がすごいの。総パラメータ数は約 754B で200系トークンまで扱えるの。 754B パラメータとかアクティブとかわしなん一つわからないよ。じゃあ例えるね。図書館に7540億冊の本が並んでるの。でも質問に答えるときは関係ある400億冊だけを読むイメージ。なるほど。全部読まなくていいから早いってことか。ひまわりの種選ぶときも近所の花壇だけ見る感じだね。そう、この仕組みを MOE、 つまり混合エキスパートっていうの。今のフロンティアモデルはほとんどこの方式よ。で、SWE ベンチプロって何なの？さっきから気になってるんだけど。スケール AI の業界最難関コーディングテストよ。41のリポジトリから1865タスクを集めていて、平均で107行4ファイルにわたる修正が必要なの。しかもね、 GPL ライセンスで保護されたコードを使うから AI が学習データに取り込んで覚えていても意味がないの。カンニング対策ってこと？そうそう、カンニング対策。実力で解かないと解けないようにしてあるの。そこで GLM5.1 が1ってほんまにすごいやん。そう、自己申告では 58.4% でトップ。しかも完全オープンソースで MIT ライセンスで公開されているの。モデルの重みがダウンロードできて無償で商用利用もできるの。無料で公開ってビジネスとして成り立つん？これが中国 AI 勢の戦略。オープンソースで広く使ってもらうの。ディープシークもアリババの9円も同じ戦略よ。そして API の料金も安いの。入力100万トークンで $1.40、出力で$4.40。米国のランド報告書によると、中国モデルは米国の同等システムの6分の1から4分の1の価格なの。何やそれ。ほな、なんでまだみんな高い AI 使ってるん？ここからが本題。なぜ GLM5.1 がファーウェイチップだけで作れたのか解き明かしていくね。使われたチップはファーウェイやセンド 910B。 米国の GPU 輸出規制を受けて中国が国産化を進めた切り札よ。アセンド 910B ってどれくらいの性能なの？ NVIDIA と比べて。 C セットの分析だとアセンド 910B の演算性能は H100 の約32から 40%、メモリ帯域は36から 48% にとどまるの。つまり3分の1の性能ってこと？それでどうやって勝てるん？答えは2つ。1つ目はスケールで補うこと。 ZAI はアセンド 910B を約10万機使ったの。10万機？桁がおかしいやん。1機ずつは性能を取るけど数で押し切る戦略、人海戦術ならぬチップ回戦術ね。2つ目がソフトウェアの工夫。ZAI が独自開発した非同期強化学習フレームワークスライムが鍵なの。非同期強化学習？もう頭パンクしそじゃあ例えるね。
AI にこのコード書いてと指示して書いたコードを実際に動かしてみるでしょう。普通は AI が書き終わるのを待って結果を見てまた次を書いてもらうの繰り返しなの。スライムは AI が書きながら同時に評価もしちゃう仕組み。書く人と採点する人を分けて並行作業させるの。なるほど。わしが書きながら同時にきなこに採点してもらうって感じか。そう。しかもスライムは AI が書いたコードを実際にコンパイルして動かしてみてエラーが出たら即フィードバックする。この膨大な試行錯誤を非同期で並列処理した結果、ハルシネーション率が全世代の 90% から 34% に激減したの。90% から 34% ってめっちゃ減ってるやん。そう。つまりチップの絶対性能で劣っても台数とアルゴリズムの工夫で補えることを実証したの。これってあれだね。飼い主が仕事でパソコンのスペック足りなくても工夫してなんとかしてるのと同じだね。いい例えね。ソフトウェアで逃げ道を作る発想。それが中国 AI 勢の本質よ。ディープシーク V3 も同じ発想でわずか$600万で GPT-4o9 を実現したの。ZAI はそれをさらに推し進めた形。上位にはミニマックス M2.7 やアリババ9円も並んでる。中国勢のコーディング力は全体的に向上中なの。でもちょっと待って、さっき自己申告って言ってたよね。本当に世界首位なの？実はそこが重要なポイント。次のセクションで詳しく話すね。世界首位という主張には実は条件があるの。世界首位の主張にはスキャフォールディング問題があるの。スキャフル、また新しい単語を。スキャフォールディングは足場の意味。 AI に問題を解かせるときにどんな道具を使わせるかの設定のことよ。例えばモッチーに算数テストを受けさせるとき、電卓ありと電卓なしで点数が違うでしょう。ああ、電卓あったら楽勝だけどなかったらきついな。 AI も同じでツールの使い方次第でスコアが10ポイント以上変わるの。で、ここが問題。ZAI は自分たちで作ったオープンハンズという足場を使って測定したの。何やそれ、自分のチームに有利な電卓用意したってこと？そこまでは言えないけど、スケール AI が公式にやってる標準化リーダーボードシールには未登録なの。シールで1位は GPT-5.4 Pro の 59.1%、2位はミューズスパーク、3位はクロードオーパス 4.6 なの。ふむ。じゃあ世界首位って主張は条件付きってことだね。そう。ただ誤解しないでね。GLM5.1 のコーディング能力がめちゃくちゃ高いことは間違いないの。独立評価のコードアリーナでは ELO レーティング1530で世界3位にランクインしてるの。3位でもすごいやん。 NVIDIA なしで3位は快挙ちゃう？実力が世界トップレベルなのは確実。ただ世界首位かどうかは標準化された条件で測り直す必要があるの。 MIT ライセンスで重みが公開されてるから誰でも独立検証できるのは重要なポイントよ。これってあれだね。うちのケーキが世界一だって言っても世界大会で優勝してないと認めてもらえないってことか。そう。分かりやすい例えね。コミュニティの追試がこれから出てくると思うから注目したいところよ。総合推論では GPT-5.4 やジェミニ 3.1 プロがまだ上。数学や高水準推論ではジェミニが優位なの。じゃあ GLM5.1 はなんで特に強引？コーディングと自律的なエンジニアリングに特化してるの。特に長時間タスクへの対応が強みよ。長時間タスクって何時間くらいできるん？最長8時間。人間の介入なしに自律的にタスクを継続できると ZAI は発表しているの。8時間？わしの睡眠時間より長いやん。ここから話を広げるね。GLM5.1 が示したのは単なる技術的快挙じゃないの。米国が仕掛けた半導体制裁の常識を根底から揺さぶる出来事なの。半導体制裁ってそもそも何のために始まったん？ 2022年10月、バイデン政権が先端 AI チップの対中輸出を禁止したの。約30年の半導体政策を転換した瞬間よ。目的は中国の AI 軍事利用を牽制することと米国の AI 技術優位を守ること。でも今回中国が自分で AI 作れるようになったってことは
制裁の効果ないってこと？実はここで意見が真っ二つに分かれてるの。制裁は機能している派と制裁は逆効果派。機能してる派の根拠は CFR の分析。米国最先端チップは中国最良品の約5倍で2027年に17倍に広がると予測してるの。中国最大の国産チップ搭載データセンターはわずか9000機で米国最大の約 1% の規模にとどまるの。 1% は確かに少ないな。ハード面では米国が圧倒的ってことか。でも逆効果派は別データを示すの。中国チップ企業カンブリコンは売上 4300% 増を記録したの。NVIDIA の中国市場シェアも 95% から 50% に低下してしまったの。それって制裁で中国企業を育ててしもたんちゃう？まさにそれが逆効果派の主張。 NVIDIA は市場を失い、中国は国産チップ産業を急成長させた。これは制裁が逆に効いてるんじゃないかって。さらにね、 ZAI は2026年1月8日に香港証券取引所に上場したの。世界初の上場済みファンデーションモデル企業よ。世界初？オープン AI でもアンスロピックでもなく？そう、彼らより先に公開市場に出たの。個人投資家の応募倍率は1159倍。それだけ期待が高かったの。でもね、 ZAI の財務を見るとちょっと気になるの。2024年の R&D 支出は売上の7倍以上。 API の粗利益率もわずか 3.4%。 オープンソース戦略で市場を広げても収益化は深刻な課題なの。上場してお金は集まってるけど商売としてはまだ厳しいってことか。そう、これは中国 AI 業界全体が抱える課題ね。研究開発に巨額投資するけどマネタイズが追いついてない。ちなみに2025年12月にトランプ政権が H200 の対中販売を 25% レベニューシェア付きで承認したの。制裁方針も揺れてるのよ。結局制裁って聞いてるん？聞いてないん？ハードウェア面では米国優位が続く。でもソフトウェアアルゴリズムの工夫で中国は追い上げてるというのが今の実情なの。スタンフォード AI インデックス2026では米中トップモデルの ELO スコア差は39ポイント 2.7% しか離れてないの。追いつきつつあるってことか。いや、世界って動いとんねんな。最後にね、この変化が私たちエンジニアや開発者に何をもたらすのか考えてみたいの。わしらに関係あるの？遠い国の話じゃない？大いに関係あるの。まず一つ目、高性能 AI コーディングツールが激安で使えるようになる。中国モデルは米国の6分の1から4分の1の価格。クロードオーパスや GPT-5 と同等性能でも年間だと大きな差になるの。お財布に優しいやん。わしのおやつ代も助かるで。2つ目、自立エンジニアの現実化。 GLM5.1 の8時間自立タスクはバイブコーディングを超える世界を示唆してるの。バイブコーディングってね。 AI と対話しながら漢字で書く開発スタイルのこと。アンドレイ・カーパシーさんが広めた言葉よ。でも GLM5.1 が目指しているのはその先、人間が寝ている間に AI が8時間自律的にエンジニアリングする世界。じゃあ人間のエンジニアっていらなくなるの？置き換わるんじゃなくて役割が変わるイメージね。人間は設計と判断、 AI が実装と検証を担う分業になるの。ただしね、8時間自立タスクは ZAI の自己報告であって第三者検証はまだ限定的なの。過度な期待は禁物よ。3つ目、 AI 選択肢の多様化。クローズドな米国モデルだけじゃなくオープンな中国モデルも選択肢に入ってくるの。でも中国製の AI 使うのって大丈夫なの？データ抜かれたりしないの？いい質問。 GLM5.1 は MIT で重み公開されてるから自分のサーバーで動かせば外部にデータを送らないの。 ZAI のクラウド API を使う場合は規約を要確認。企業利用ならローカルホスティングが選択肢になるの。なるほど。オープンソースってそういう利点があるんだね。そう、オープンウェイトは自由と責任の両方を開発者に渡すの。中国発モデルは世界のモデル利用量の約 30% を占めるまでに成長してるの。3割も無視できる数字じゃないな。注意点。スタンフォード AI インデックス
2026はアリババと ZAI が静かにオープンソースを閉じつつあると指摘してるの。 GLM5 ターボや救援 3.6 プラスはクローズドオープンと収益化が2本立て戦略なの。商売だから全部タダでは出せないってことだね。そうそう、だから私たち開発者はオープンモデルと商用モデルをうまく使い分ける目を持つことが大事なの。なるほどな。世界の AI 事情めっちゃ動いてるやん。じゃあ今日のまとめね。1つ目、 GLM5.1 は中国 ZAI がファーウェイ製だけで作った 754B MOE NVIDIA なしで最前線を実現したの。2つ目、世界主義主張は条件付き、シール標準化では未検証だけどコーディング能力は世界トップレベルで確実なの。3つ目、米中半導体戦争は新局面へ、ハードウェア格差はあるけどアルゴリズム革新で中国は追い上げ中なの。いや、今日はめっちゃ勉強になったよ。技術の世界って制裁と価値政学とつながってるんだな。本当にね、 AI の進化は単なる技術ニュースじゃなくて世界の権力バランスを動かす力を持ってるの。あ、そういえば飼い主が最近クロードの新しいプラン使うって言ってたけど、次は中国の AI に乗り換えるのかな。また飼い主の浮気癖が出そうね。サブスク代よりおやつ代に回してほしいところだけど。ほんまやで、わしのひまわりの種の予算削られたら元さんで。ということで視聴者の皆さんに聞いてみたいの。皆さんはオープンソース AI を業務で使ってるの？ GLM5.1 やリープシーク、キューエンなどどのモデルを試したか、感想があればぜひコメントで教えてね。わしらも皆さんのコメント読むの楽しみにしてるよ。 AI とオープンソースの未来をこれからも一緒に深掘りしていきたいの。別の動画でも関連テーマを取り上げる予定だよ。参考になったら高評価してくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。